どうも、ベトナム在住の浮津です。このスーパーカブね、やっとリア周りの組み立てできる状態になったんで、やっていきたいと思います。こいつね、フレーム刷毛塗り塗装したんで、多分、そうね、ここの塗装も剥がないと、シャフトが入りません。かな。それじゃあね、グリス塗ってスイングアーム取り付け。さあ、とりあえずじゃあサスをねつけていきましょう。このミラーアダプターね、塗装後の持ち運び、移動にかなり楽でした。さて、ちょっとあまりいいサスがないんだけどね、これでいいでしょう。リアキャリアつけるから仮止めですね。これで反対側。これね、スプロケットつけるんでこの上で仮固定ですが、その前にゴムはめていきます。これね、市販でされてるのあるんですけど、ちょっとね耐久性悪いんで、ベトナムでね古くから使われてるハイタイヤ切ったやつ、これがね一番頑丈なんだけど、まあ問題はね、こういうところにすごい傷がついちゃいます。すぐ擦れていっちゃうんですよね。まあそれでもね、こっちをつけることにします。これはちょっとラバーグリス塗った方が入りやすいか。よし。それでね、スプロケットは新しいのつけていきます。違った、こいつや。削らないと入らない。いや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 、削ってきますか。よいしょ。動画にはねしませんでしたけど、削ってきました。いやいや、まあまあいつものことですけどね。まあそれでもね、こういう部品が手に入るんでね、それはそれでありがたいんですけどね。いや、自分のやつだとね、取りつかりもしないで閉めちゃいました。まあいいでしょう。どうせね、このカシメがあるんでね、大丈夫だと思います。
金槌じゃないとプラハンじゃダメだ。しっかりとね金槌で叩いていきます。じゃあこれで外れんでしょう。それじゃあねこの固定先やっていきます。よし。じゃあねこのブレーキパネルを組み立てていきます。こいつはグリース塗ってで問題ないよね。リアタイヤつけるんですけどね、ちなみに私今こんなことして鉄アレイでバランス取ってるんですけども、スーパーカブ組み立てするときはフロントから先にやった方が安定が良さそうですね。こことかねちょっと危ない感じなんですよ。もうちょい起こしたいけど、もうちょい起こした方がいいのかな。まあまあちょっと微調整します。これねちょっとだけ下げました。もうちょい下げたいところだけども、まあ大丈夫かな。カブ組み立てるときはねフロント先にやった方がいいと思います。そんじゃあタイヤをはめていきましょう。実はこのゴムがね入れにくいんだな、確かな。よいしょ、いったやろ。ホイールの中のシャフトがねずれて位置合わないんで、ドライバーでちょっと合わせていきます。で、とりあえず今回は仮締めね。周りはいいかい？ OK やね。チェーンがないとよく回る。いやいや、とりあえず今日の分は出来上がりかな。とりあえずね今日の作業はここまでにします。そんでね、実はこのカブってフレーム修正してもらった時にウインカーの穴はね閉じてもらって、でここにつくブレーキランプのねステーっていうのかな、それもね剥がしてもらってるんですよ。っていうのはね、
ちょっとこいつをつけたいと思ってて、多分ねちょっと下目がかっこいいと思うんだけども、これはね全部組み立ててバランス見てから見たいんだな。まあベトナムナンバープレートがでっかいんでね、あんまり下にはできないんだよな。この一番下だけはね隠れない方がいいと思ってるんで、まあそれは今度やっていくとして、とりあえずね今日はここまでです。それではまた。